皆さんこんにちは。Wedding Japanese Pets ファンのリカです。今回の動画も日本からお届けします。今日も青空でとってもいい天気ですよ。ただ8月になって台風の季節、時々大きな台風で交通網が混乱したりもします。あとはこれも夏の天気でよくあることですが、にわか雨や雷雨、雷ですね。それが激しい日もあるので、夏に日本に旅行するときには天気予報をチェックするのがおすすめです。さあ、今回は日本語について一緒に見ていきましょう。この動画を見てくださっている皆さんは日本語を勉強している人が多いかと思います。日本語の勉強はどうですか？難しいですか？面白いですか？多くの人たちにとってこれは両方なのではないでしょうか。日本語には日本語ならではの特徴があるので難しいと最初は感じるかもしれませんが、知れば知るほど分かってくればくるほど面白い、そんな言語かなと思います。そして実はですね、私は日本で生まれ育った日本語母語話者で日本人なんですが、こんな私にとっても日本語はまだまだ学ぶことがたくさんあるんです。びっくりしましたか？日本語を教えるようになってさらに学習者の方々から質問をいただいたり、私自身ももっと知りたいと思ってネットで調べたり本を読んでみたりしているんです。そこで今回はこちらの本、 NHK アナウンス室による気になる言葉サバを読むのサバの正体というこちらの本の中から私が面白いな、なるほどなと思ったもの、そして学習者の方にも馴染みがありそうな言葉5つピックアップして紹介したいと思います。それではまず1つ目、お味噌汁。皆さんご存知ですね。お味噌汁をこの動詞は何でしょうか？英語で言うと have 味噌スープ。この have の部分、日本語でどう言いますか？ここに4つの選択肢があります。お味噌汁を食べる、お味噌汁を吸う、お味噌汁をすする、お味噌汁を飲む。さあ、どれでしょうか？ 3、2、1。正解は、実はこの4つ全部正解なんです。味噌汁を飲む、これは全国的に使われている表現で、この表現が一般的なんですが、実は日本にはなんと4つの表現があるんです。このお味噌汁を食べるという表現、江戸時代、江戸の町ではお味噌汁を食べていたそうです。当時人々の食事は1日2食でした。その後朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん3食になるんですが、この中で朝ごはんでだけ味噌汁が食卓に並んだそうです。そして江戸の町では味噌汁の具材は必ず2種類以上と決まっていたそうで、1日の活力のもととして大きなお椀で食べていたそうです。お味噌汁はおみをつけと当時呼ばれていて、漢字で書くとおみをつけ。そうです。大事な言葉につくおが3つもついていて、とても人々にとって価値のある食べ物だったことがわかります。そして現在ではお味噌汁を食べるという表現は和歌山の一部、そして山口、香川、愛媛などで使われているそうです。次、味噌汁を吸う。そうですね、吸うというのは口をすぼめるようにして取り入れることを言います。空気を吸うとか、飲み物をストローで吸うなどの吸うですね。この表現は秋田や山形などの東北、三重や滋賀などの関西、佐賀、熊本、大分などの九州、他にも千葉や石川、高知などでも使われているそうです。3つ目のすする。すするは皆さん聞いたことがありますか？そうですね。ラーメンやお蕎麦など音を立ててズスズと引き込むことを、これをすすると言いますね。音から来たオノマトペ、擬態語だという説もあります。こちらの表現は青森の八戸、そして茨城、埼玉の一部、滋賀の一部などで使われているそうです。ここで一つ、ポイントですが、お味噌汁はすすっても大丈夫なんですが、スープは音を立てて食べるとマナー違反になってしまうのでご注意ください。そして最後の飲むですね。先ほども言いましたが、全国的に使われている表現で、私自身も神奈川県の横浜市出身で、普段使うのがこのお味噌汁を飲むの飲むという表現です。どの表現も
なんとなく聞いたことがあるような感じがしていて、そこまで違和感がありませんが、味噌汁を飲むが一番ピンときます。飲むというのは本来噛まずに喉に流し込むことの意味ですね。具が入っているお味噌汁がほとんどだと思うんですが、具が入ったお味噌汁にも飲むを使うことができます。余談ですが、今回フランスから日本にエールフランスできたんですが、お味噌汁が機内サービスのお飲み物の中にあったんです。温まるお味噌汁を楽しませていただきました。ほっとした気分で嬉しい体験でした。さあ2つ目いきましょう。2つ目はまでの使い方です。ここで皆さんに質問です。ちょっと読みますね。ある会社の部長に用事があって電話をしたところ、部長は20日まで会社に出てきませんと返事が来ました。では部長が出社するのはいつでしょう。さあ2択ですね。この部長は21日に出社するでしょうか、それとも20日に出社するでしょうか。どっちですか？ NHK 放送文化研究所のインタビュー結果はこちらです。21日に出社が 63%、20日に出社が 37% と判断が分かれました。これは日本語の学習者を対象としたアンケートではなく、日本語を使っている人、日本語のネイティブが大半だと思います。ですが答えが分かれましたね。この結果から言えるのは、どちらの解釈にも間違いはないということです。ただこれ年代ごとの回答に違いが見られるんですね。65歳以上の方々は21日に出社と 79% の方が答えました。およそ8割の方ですね。ところが20代の方はどうかというと、21日に出社が 58%、そして20日に出社が 42% と半々に分かれた結果になったそうです。このように日本の中でも解釈にばらつきがある表現があるということですね。ちなみに私は20日に部長が出社すると思いました。例えば20日まで休みで21日に出社しますといったように、なるべく解釈にばらつきが出ないようなコミュニケーションを心がけていただければと思います。ちなみに他の例だと、電車のアナウンスで上野駅まで止まりません、こういったアナウンスがあります。この場合は上野駅で止まることがほとんどだと書かれていて、私も同じ理解でした。よくわからない時はぜひ質問をして、話し手と聞き手が同じ理解があることを確かめてくださいね。私自身も気をつけようと思いました。ここまでが前半になります。続きは後半の動画で紹介しています。今回も見ていただきどうもありがとうございました。面白かったこと、気になったこと、疑問に思ったこと、もしくはこの動画で私が紹介しきれていなかった皆さんが日本語や日本の文化、他の言葉についてなど知っていることがあれば、ぜひコメントで教えてください。コメントお待ちしています。この動画楽しんでいただけたら高評価と、そしてまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは後半の動画で会いましょう。皆さんいい一日を。バイバイ。